日本では大谷選手、国民的なヒーローですよね。ホームランを打つ、球が速い、そしてイケメン。日本人にとっては誇りの象徴です。でも、韓国ではどうでしょうか。これがね、日本とは見られ方が若干違うんですよ。日本で生まれ育った方には見えにくい別の角度からの大谷選手があるんです。今回は5つの印象を紹介します。僕は韓国で19年、日本で9年暮らしてきました。野球歴も8年近くあります。日本では知られていないエピソードを通じて、きっとなるほどとなるはずです。まず一つ目は人柄をどう思うかってところですね。大谷選手、爽やかで礼儀正しいとよく言われますよね。韓国人に大谷さんの人柄が強烈に刻まれた出来事はあります。それは2015年の WBSC プレミア12の頃です。当時まだメジャーに行く前の大谷選手は日本代表のエースとして韓国と2度対戦しました。結果は圧巻でしたね。2試合13イニング投げて失点ゼロで三振を21個も取った韓国を代表する強打者たちが次々と三振でベンチで返される光景に韓国の野球ファンもこれは次元が違うと衝撃を受けました。しかし韓国で語り継がれているのは数字だけではないんですね。無失点のままで降板したのにその後に上がっていった登板した投手によって逆転負けしたんです。いわゆる東京大逆転劇が起こったんですね。普通の投手なら悔しさを隠しきれない場面。それでも大谷選手は試合後のインタビューでこう語りました。韓国は素晴らしい団結力を見せた。それが結果につながったのだと思う。自分が作ってきた価値を逃しても相手を褒める。韓国人からすると、ここに大谷選手の本当の姿が見えてきたわけですね。圧倒的な実力を誇りながらも負けを潔く受け入れ、ライバルを心から祝福できる人間性、その善良な人柄が韓国人に深い尊敬を抱かせたのです。二つ目は大谷選手は人生観をどう思うのかっていうところです。日本は漫画大国ですよね。スラムダンクの桜木のように夢に向かって一直線という青春ストーリーがたくさん描かれてきました。大谷選手はまさにその現実版。高校時代に自分の将来像をマンダラチャートに細かく書き出し、計画通りに現実へ変えていきました。韓国人からすると、ここが衝撃的なんですね。なぜなら、韓国の青春は、環境的な要因で、ほとんどが大学入試の一点突破に冷やされるからですよね。全国母子とか、夜10時まで塾にいたりとか、浪人生活するっていうところが多いです。もちろんスポーツ選手もいますし、勉強以外のことも頑張っている方はたくさんいるんですけれども、その割合で見たら日本より少ないっていうのが現実としてあります。だから夢を語るよりも点数を取ることが最優先で、だからこそ夢を公言して、しかも本当に叶えた大谷選手の姿は韓国の若者にとって逆にファンタジー漫画の主人公のように映ります。さらに二刀流という無謀に見える挑戦を諦めなかったのも象徴的ですよね。大谷選手はそれを跳ね返しトップに立ちました。この姿勢は韓国の若者に夢は笑われてもいい、挑戦してもいいという勇気を与えているんです。僕自身も受験地獄を経験してきたからこそ彼の生き方に胸が震えます。3番目の話、実力をどう思っているのかって話です。大谷選手が世界で初めて50本塁打、50盗塁を達成した瞬間は、韓国のメディアでも一斉にトップニュースになりました。これまで韓国で大谷選手のニックネームは、漫画から飛び出してきた男と呼ばれてきました。しかし、この記録を見て、もう漫画を超えて、これは野球ゲームでしか見られない数字だという声が出てきました。今、韓国で大谷選手のニックネームはゲームから飛び出してきた男となっているんですよね。韓国が誇る中シンス選手ですら、メジャーリーグで達成したのは最高で20ホームラン、20盗塁です。韓国人にとっては一つの指標、スタンダードだったんですね。しかし、大谷選手は50本塁打、50盗塁、これはメジャーリーガー
アメリカの人にとっても、もう100年に一度出るか出ないかの数字だったので、もう別世界の出来事なんですよね。韓国ではですね、巨人より強いパワーと、チーターより速いスピードと、マシンガンより速い球と語られるほどです。僕自身も韓国野球を見て育ったからこそわかるんですが、大谷選手の数字は単なる記録ではなく、韓国人にとって野球というスポーツの限界を超えるとこんな形式があるんだを見せてくれる、まるで有名、そして希望を持たせてくれるそのような存在ですね。4番目は実は申し訳なく持ってるっていう話です。象徴的な出来事が2023年の WBC 直前にありました。韓国の代表の投手だったコウ・ウソク選手がインタビューでこう語ったんですよ。真ん中に投げたらホームランを打たれる。投げるところがなければ痛くないところに当てて歩かせるしかないと語ったんですね。この発言はですね、ユーモアとして解釈したメディアもありますが、ほぼ全ての韓国の野球ファンの反応は真逆でした。これは敏感な日韓関係の中で軽率な言葉が相手へのリスペクトを下げて余計な分裂を生んでしまったからなんですね。実際、大谷選手は過去の国際試合で韓国を褒めて敗北すら潔く受け入れてきました。その姿勢を知る韓国ファンからすると、失礼極まりないっていう発言と映ったわけですね。SNS やコミュニティでは、韓国人のほとんどが何を国の恥になることを言っているんだという怒りの声が殺到して、大会中ずっと彼は冷たい視線を浴びることになりました。僕もその場面を思い出すために、競技以上に文化や礼儀を大切にすべきだと痛感しています。5番目はですね、仲間として思われている場面もあるということですね。その代表例がですね、2025年にドジャースへ移籍したキム・ヘソンという内野手との交流です。試合中のベンチでキム・ヘソン選手が質問をすると、大谷選手はちょうど打席に立つ直前にもかかわらず、丁寧に時間を作ってアドバイスをしてくれたらしいです。キム・ヘソン選手は具体的に答えてくれて、本当に人間的で優しくて学ぶことが多いと感謝を語っています。さらに、キム・ヘイソン選手のメジャーの初ヒットと得点を自分の本塁打以上に喜んで祝福して、それをインスタとかで喜んだりとか、韓国語でおめでとうとか言ってたりとか、そういった姿があったらしいです。これは韓国のファンも胸を打たれたんですね。さらにですね、もうそもそもドジャースに入る前に春のキャンプ地で顔を合わせるたびに大谷選手はアンニョンハセヨキムヘソンさんと韓国語で声をかけ続けたと言われています。それを見たキムヘソン選手は日本語で返して2人の間で日韓言語交換のような温かいやり取りが生まれたらしいです。韓国でも大谷選手はスーパースターであると同時にキム・ヘソン選手に良い仲間として接してくれていると報じられ、大谷選手の謙虚さと誠実さが日韓関係を柔らかくするきっかけになっています。最後に伝えたい話があります。コウ・ソキュ選手は本来韓国でも誠実で人柄の良い選手として知られていました。決して悪い人間性の持ち主ではなかったようです。しかし、一度の軽率な発言が大きく報じられ、彼自身の評価まで揺るがせてしまいました。結局、メジャーに挑戦したものの、マイナーリーグにとどまり、一生軽率な発言とともに報じられています。一方、常に謙虚に学び続けたキム・ヘソン選手は、着実にメジャーの選手として認められつつあります。そして大谷選手は言うまでもなく野球史に残る偉業を次々と塗り替えています。実は僕にとってコウセク選手のことはそこまで他人事ではないかもしれません。僕も留学生として日本で生きていく中で時に軽率な言葉や行動で失礼を犯したことがありました。そう、大谷選手が見せてくれた全ての物語に誠実な姿勢を示すということは自分の人生の軸にも刻みたいというふうに思います。日本の皆さんにとっても大谷選手は誇りの象徴でしょう。彼の背中はスポーツを超えていると思います。彼は日本人の心の中に誠実な姿勢を静かに刻みつけている。僕にはそう言えています。本日の話は以上です。もしよろしければぜひチャンネル登録もお願いします。以上、パックンでした。アンニョーン。